皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。ということで今回の動画なんですけれども、なんとですね、タカラトミーモールで今日、新しいベイブレード X の、プロダクトが、公開されておりましたので、そちらの方をねチェックしていきたいなと思っております。なんとですね、早速今ちょっと見ているんですけれども、2機種、発表されておりまして、その2機種ともコロコロコミックを読まれている方はわかると思うんですけれども、とあるチームでおそらく、チームのグループの2人が使っているであろうベイブレードが発表されたということで、早速一つずつ見ていきたいなと思います。それではね、一つずつ見ていくんですけど、まずはこちらですね、ベイブレード X から BX26ブースターのユニコーンスティング 560GP ということになっております。560というラジェットがねつくみたいなんで、560はねなかなか今、ランダムブースターで入手するか、あとはですね、レオンクローですね。レオンクローかランダムブースターでしか今のところ手に入れられないので、ブースターで、ね、入手できるっていうのはめちゃめちゃいいなと思います。でこのユニコーンスティング、一回映像をね、公式の、チャンネルで見ているんで、BayTube で見ているんですけれども、やっぱり、綺麗ですね。色味はめちゃめちゃで、もちろん、見栄えはめちゃめちゃ美しいんですけど、僕気になってるパーツ、やっぱこのビットの新規パーツですね。 GP というパーツです。でこちらの GP っていうのは想像をねするとすぐ分かると思うんですけれども、おそらく、名前は、ギアポイントになってくるんじゃないかなというふうに思っております。こちらね、ベイブレード、タイプでいうとおそらくバランスタイプになってくるかと思いますので、ポイントがねちょうどバランスタイプのビットになっていまして、で G というねアルファベットがついているので、おそらく GP ギアポイントかなというふうに思っております。でもギアポイントか。ギアポイントどういう動きするのかめちゃめちゃ気になるんですけど、ポイント自体もすごくやっぱバランスタイプらしく、前半は暴れることもできるし、あとは落とす位置で中心にとどまるようなね、回転を見せてくれたりとか、あとは外周回ってエクストリームダッシュさせるっていうこともできるんですが、おそらくこの GP になったことによってより攻撃的な動きになってくるんじゃないかなっていうような予想を、しておりますと。はい、見た目めちゃめちゃ綺麗ですね。この、ユニコーンのこうシルバーとちょっとグリーンっぽい感じと紫、いいと思います。はい、あとはねこれ実際ブレードの形状的にも結構こう変重視になっているので、あと重量もすごい気になるところではあると思うんですけれども、これ重量がそんなに別に重くないんじゃないかなって個人的な気がしてるんですが、アタックタイプで使うと意外と良かったりするのかなとかいろいろ想像しているんですけれども、はい、こんな感じで、ブースターとして、ユニコーンスティング、こちらがですね、発売日が2024年1月27日発売ということになっております。はい、お値段1400円税込みです。で、もう1機種ね出ているんですけれども、これねまたあれですよ、ランダムブースターなんですよ。ただバイパーテールと同じようにランダムブースターセレクトみたいになっているので、一応名前を、読み上げていくと、今回ねこちら BX27 の、ランダムブースタースフィンクスカウルセレクトという名前になっております。このベイブレードはディフェンスタイプのベイブレードになってくると思うんですけれども、名前がスフィンクスカウルという名前になっております。スフィンクスカウル、こちら今回ランダムブースターセレクトということで、通常のね、アニメで登場するおそらくカラーの色と、あとは黒と白かなのこの3色の展開になっております。でパーツはねちょっと今、パッと見だと見にくいんですけれども、今箱の形状でちょっとビットの感じを見ると、これなんだろう、ギアニードルかな、ちょっと他に
情報が載ってるか、書いてありますね。スフィンクスカウルがなんとですね、パーツが 980GN ということになっております。980が新規パーツとして登場、そしてビットの新規パーツとして、GN ですね。おそらくギアニードルだと思います。はい。なんかギアニードルとか、ギアフラットから、ギアポイントとかギアボールとか、この G がつくタイプの、ビットっていうのがここ最近ね連続で登場しておりまして、よりG がつくこのギアビットの系統なんですけども、より、攻撃的なねビットになってきてるんじゃないかなと思います。やっぱエクストリームラインに乗りやすいですし、エクストリームラインに乗った時のその加速力と威力、動きっていうのはめちゃめちゃやっぱスピーディーになってきましたし、よりベイブレード X のそのエクストリームラインを使ったエクストリームダッシュっていうのがね、よりさらにスピーディーなバトルになってきたんじゃないかなっていうふうに思います。ただギアニードルって中心にねこうもちろんニードル系はとどまるんですけど、弾かれてエクストリームラインに乗った瞬間グワンと、勢いよく、加速するので、その時ちょっとね自滅しないかなっていうちょっと心配な部分はあるんですけれども、ギアニードル姿勢がねどれぐらい保ってくれるのかなっていうところとか、細かいところはめちゃめちゃ気になってます。はい。あとは今回ねこの新規パーツの980なんですけど、980か、身長が高い、960がね、先日登場しましたけども、80ちょっと背が高くなった、ラチェットのパーツとなっておりまして、9っていうパーツは結構ね非バースト耐性があったりとか突起が多いんですけど、その一つ一つの突起がかなり細かくなっているので、あんまりこう当たった時にラチェットバーストする可能性っていうのが低くなっているので、すごくね気に入ってるパーツ、960が今一番、背を低くするパーツの中ではかなり優秀なパーツになってきてるとは思うんですけども、980ね、これもバースト耐性が、バースト耐性といいますかバーストリスクが少なくなっていればめちゃめちゃね、これからも使えるパーツになってくるんじゃないでしょうか。でブレードの、特徴がですね、スフィンクスカウルということで、連続形状の9枚刃を持つブレードということになっておりまして、これだけしかね今のところ情報わからないんですけれども、形状を見ますとかなりね9枚刃といってもこうなんていうんだろう、正方形の形にも見えますし、まん丸ではないので、いやどうなんだろうね、ディフェンシブなのか、当たった時にどういう風に弾くのか、真横からの見た感じだと結構なんか、ラインの方にちょっと近いような感じにも見えるんですけど、実際のその形状の大きさとかね、その辺も気になってくると思います。お値段がね1400円、税込みになっておりまして、こちらがですね発売日が2月22日ということで、またさらに、来月、登場ということで待ち遠しいんですけれども、ランダムブースターセレクトということで BX27 スフィンクスカウルセレクトが2月22日に登場ということになっております。はい。ベイブレード X はそうですね、去年はもう毎月かなりの量登場しておりますし、1回その登場する時のその同日に3商品登場とか4商品登場とか、かなりねそのスピードがもう商品ラインナップのスピードがもう激しかったので、これぐらいの情報量だとなんかこう一つ一つ噛み締めて見れるんですけど、めちゃめちゃやっぱ一気にね年末にかけて出ましたし、そうなってくるとねもう情報量が多すぎてちょっとわけわかんないことになってきちゃうんですけど、これぐらいの情報量がねちょうどいいんじゃないかなって個人的には思ってます。はい。このねブースターのユニコーンスティングが今月1月27日に登場ということで、はい。このギアポイントね使うのちょっと難しいかなって思ってるんですけど、僕自身があんまりポイントビットを使ってなくてですね、ポイントビットを使うんだったら僕はどちらかというとフラットの方が好
好み、僕の個人的な好みなんであれなんですけど、フラットの方がなんか僕はタイプだなっていう感じなんで、はい。ギアフラット、ギアポイント、ギアボール、ギアニードルが出るということで、ギアテーパーはちょっと出ないのかな、今のとこまだ。ギアテーパーになるとまたどうなるかわかんないですけど、僕テーパーもちょっとね、苦手意識があって、あんまりこう、使ってこなかったパーツにはなるんですけれども、いろいろね、試してみて、なんか新しい発見もあると思うので、なんか、いろいろ試してみてはね、いいんじゃないでしょうか。はい、ということで、こんな感じで、さらっとね、今回新商品、登場しているものをね、紹介させてもらったんですけれども、まだですね、この細かい、詳細、パーツの性能とかっていうのは、まだちょっと分かってない部分が多いので、おそらくコロコロコミックをね、本日発売されておりますので、そちらの方をね、見ていただければ、いろんな情報がね、載っているんじゃないかなというふうに思います。はい。はい、そんな感じで本日も動画最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報から、おすすめのカスタマイズ、それからね、イベントに行った際の映像や、あとはですね、去年から、シネマティック映像なんかもね、チャレンジしておりまして、いろんなベイブレードのね、表現をやっておりますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。